皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。それでは今回は偵察フェーズで使えるハッキングコマンド10選ということで、ハッキングの偵察フェーズで使えるおすすめのコマンドを簡単な解説も含めてざっと紹介していきたいと思います。事前の調査や偵察っていうのは簡単に言うとターゲットホストに対して一番最初に実施するフェーズになるんですけど、狙っているターゲットに対してどんな攻撃が有効かっていうのを判断するための情報収集フェーズになっていますね。コマンドごとに取得できる情報なんかが異なるので、演習の際なんかに良ければ参考にしてみてください。一つ目が Nmap になります。偵察用のツールとしては一番馴染みがあるツールじゃないかなと思うんですけど、ターゲットホストに対してポートスキャンを実行するツールで、Nmap を実行することで開いているポートや使用中のサービスなどの情報を確認することができますよと。ポートっていうのはサーバー側でサービスごとに開いている扉みたいなもので、例えば Web サーバーとして使うなら HTTP、HTTPS のポートを開けておく必要があるっていう感じですね。コマンドは Nmap にオプションをつけてターゲットホストの IP アドレスもしくはホスト名を指定します。表示結果としては開いているポートのポート番号、あとは関連するサービス名ですね。それと使用しているソフトウェアのバージョンなんかが表示されますよと。FA のオプションをつけると、より詳細な情報を確認できるようになってますね。実行したスキャン結果を足がかりとして、使用しているサービスに脆弱性がないかとか、そういったことを探していくっていう使い方になりますね。2つ目がマススキャンになります。マススキャンもポートスキャン用のツールの一つになるんですけど、Nmap との違いとしては高速スキャンが可能で、特定のネットワーク内を広範囲にスキャンをかけたい時なんかに使用すると便利なツールになっています。例えば10系のセグメント内の HTTP、HTTPS、NetBIOS、SMB を対象としてスキャンを実行してみると、こんな感じでスキャン対象のポートが開いているホストの一覧が表示されますよと。こういったオプションの指定をすると全ポートに対してスキャンをかけることもできるんですけど、かなり時間がかかるんで、可能な限りスキャンするポートは絞った方がいいかもしれないですね。レイトオプションでどれぐらいの帯形を使うか設定できるんで、やる場合はその辺で調整するといいかもしれないですね。3つ目が AMAS になります。AMAS は DNS 関連の検索ツールで、主にサブドメインの情報収集を得意とするツールになっています。サブドメインっていうのは、例えばゆるいぞ .com っていうドメインがあったとすると、メール用の mail.yuruizo.com とか、ファイルサーバー用の file.yuruizo.com とか、使用用とことに分けて使うドメインのことになりますね。ちょっとスキャンできるドメインがないんで、今回はサンプルになるんですけど、コマンド AMAS にオプションをつけて検索したいドメイン名を指定しますよと。本来であればこんな感じで使用されているサブドメインがずらずらと表示されるっていう結果になってますね。大きいサイトなんかはサブドメインを結構使ったりするんで、そういった場合に意図せず公開されているサブドメインがないかとか、そういったものを検索する場合に使うと便利なツールになっていますね。4つ目は NICT になります。NICT は Web サーバーに対する脆弱性をスキャンする脆弱性診断ツールになりますね。主に Web サーバーに対するセキュリティスキャンを目的としており、既存の脆弱性や設定ミス、不適切なファイル構成などの検出が得意なツールですよと。NICT でスキャンするターゲットホストを指定して、あとは使用している Web サーバーのポートを設定します。表示結果としては、Header is not set ってことで、ヘッダーが設定されていませんよとか、Apache Mode Negotiation is Enable ペケペケってことで、これが有効になっていると攻撃される可能性がありますよとか、Apache のバージョンが古いですよっていうのも指摘されてますね。あとはテスト用のスクリプトが配置されっぱなしですよみたいな、そんなようなことも表示されてますね。こういった状態のまま外部に公開するとまずいので、構築とかテスト時に実施しておいた方がいいかなっていうツールになってますね。5つ目が Whois になります。Whois は対象のドメインが持っている登録情報を取得してくるツールになってますね。Whois っていうドメイン名とか IP アドレスの登録情報を参照できるサービスがあるんですけど、そこから情報を引っ張ってくるコマンドになってますよと。Whois 自体は公開されている情報なので誰でも参照できるんですけど、例えば Google.com を Whois のサイトで参照してみると、ドメイン名、有効期限、管理者情報、有効なネームサーバーの情報なんかが確認できますよと。それをコマンドで実行すると同じような情報が取得できますっていう感じですね。取得結果としてはさっき Whois のサイトで見たのと同じような内容になってますね。これは Whois のサイトを使ってもコマンドで情報を引っ張ってきても好みの方を使ってもらって大丈夫だと思いますね。6つ目が GoBuster になります。GoBuster は Web サーバー上に配置されているディレクトリやファイルなどの情報を検出することができるツールになっています。Web サーバーのディレクトリやファイルを簡単に説明すると、例えばゆるいぞ .com の Web サーバーがあったとすると、その中にはゆるいぞ .com スラアカウントとか、ゆるいぞ .com スラファイル、スラペケペケペケテキストとか、ゆるいぞ .com スラテストだったり、こういった感じで用途に合わせたフォルダーとかファイルが格納されてるんですよね。それらの情報を検出することができるツールが GoBuster になりますよと。ディレクトリとかファイルにはアクセス権が設定されてるんで、必ずしも中身が見れるってわけではないんですけど、フォルダー内の構成とか情報を把握することができるんで、結構便利なツールになっていますよと。コマンドは GoBuster でターゲットサイトを指定して、あとは使用するワードリストを設定します。そうするとスキャンしたディレクトリが表示されますよと。表示結果としてはディレクトリ名と、あとは HTTP のステータスコードですね。403は閲覧禁止で、301はリダイレクト。200は閲覧 OK ですよとか、そんなようなことが表示されてますね。-X のオプションをつけるとファイル検索もできるんですけど、こんな感じでさっきは出てなかったファイル名が出てますね。ディレクトリ検索の詳細については過去動画でもやっていますので、興味ある方はそちらをご参照ください。他にも Feroxbuster とか Fuzz っていう検索コマンドもあるんですけど、こちらについても実施しています。7つ目が WP スキャンになります。WP スキャンはワードプレスを使用しているサイト向けに特化した脆弱性診断ツールになりますね。ワードプレスはウェブサイトやブログの作成管理として世界的に使用されているコンテンツ管理システムのことになります。ワードプレスのバージョン、それに関連する脆弱性、インストールされているプラグやテーマに関連する情報、ユーザー名の列挙といったワードプレスに関連する情報が取得できますよと。コマンドは WP スキャンでターゲットの URL を指定します。
示結果としてはヘッダー情報だったり、あとは robots.txt っていう検索エンジンに渡す情報があるんですけど、そういったファイルだったり、他にはリードミのファイルとか、ワードプレスのバージョン情報、あとは管理者のユーザー名なんかも表示情報として含まれますね。とりあえずウェブサイトをスキャンするなら WP スキャンも一緒に実行しておいた方がいいかなっていうところですね。8つ目が Enum4Linux になります。Enum4Linux はサンバを介して対象ホストの情報を収集できるツールになってますね。サンバっていうのは簡単に言うと Linux 上で Windows のネットワーク機能を実現するソフトウェアみたいなものになってますよと。例えば Windows のファイルサーバーと同じ役割を持たせたり、AD サーバーとして使ったりとか、Linux 上で Windows 関連の機能が使いたい時に使うツールになってますね。コマンドは Enum4Linux でターゲットホストの IP アドレスを指定します。表示結果としてはサンバのバージョン情報とか、あとはサンバのユーザー情報ですね。それと共有フォルダだったり、パスワードポリシー、あとはプリンターの情報なんかも表示されてますね。サンバの機能を有効化しているサーバーも結構多いと思うんで、情報収集するんであれば、これも実行しておいた方がいいツールの一つになってますね。9つ目が WAFW00F になります。WAFW00F っていうのは WAF っていうウェブサイト上のアプリケーションに特化したファイアウォールがあるんですけど、そのファイアウォールの情報を収集するためのツールになってますね。Google とか Yahoo とか Amazon とか規模が大きいウェブサイトは確実にこの WAF っていうファイアウォールは使ってると思いますね。仮想環境上に WAF の環境を再現するのはちょっと難しいんで、ネットで調べた情報になるんですけど、例えば Amazon だと AWS のクラウドフロントを使ってますよと。自社製の WAF を使ってるってことになりますね。あとは通常の HTTP リクエストを実行したり、クロスサイトスクリプティングでのアタックとかもしてくれるみたいですね。それと Nmap と併用して詳細な情報収集っていうのもできますよと。ただこのツール自体はアタックとかも仕掛けることになるんで、サービスとして運営されてるサイトにはあんまりやらない方がいいかなと思いますね。この辺は自己責任になるので、実行する場合はご注意ください。セキュリティとしてどの製品を使ってるかってことが分かっただけでも、そこから該当する脆弱性を調べたりとかできるんで、調査する上ではこれも有用なツールだと思いますね。10個目が NBT スキャンになります。NBT スキャンはネットワーク内のネットバイオス関連の情報や IP アドレス、MAC アドレスなんかのネットワーク関連の情報を収集するツールになってますね。ネットバイオスっていうのは Windows のコンピューター名を表したりする規格の一つになるんですけど、TCP/IP で使用するホスト名とはまた違うんですけど、Windows で使用されている規格の一つっていう理解で問題ないと思いますね。コマンドは NBT スキャンでスキャン対象のセグメントを指定しますよと。表示結果としてはコンピューター名、あとは IP アドレス、MAC アドレスっていう感じで、そのあたりの情報がざっと表示されますよと。ネットワーク内にあるデバイスの情報を収集したい時なんかに使うと便利なツールになってますね。ということで、偵察フェイズで使えるツールの紹介は以上となります。今回紹介したツールを一通り実行すると、外部公開しているポート情報、あとはサービス名、DNS 関連の情報、Web サーバーの設定情報と脆弱性関連の情報、ディレクトリとファイル関連の情報、ワードプレスに関連する情報、システムで使用しているファイアウォールの情報、ネットワーク内のデバイス情報、このあたりの情報を収集することができるので、初めに実施する情報収集のフェーズとしては十分じゃないかなと思いますね。後から確認して足りない情報があれば、追加で必要なツールを実施するって感じですかね。今回紹介したツールは一部を除いて、基本的には情報収集をするためのツールになるんですけど、公式のサイト向けに実施すると攻撃扱いになる可能性があるので、実行する場合は十分にお気をつけください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。